여러분 안녕하십니까? 아기스타일 아키타카입니다. 현장 리포트 형식으로 시작을 해봤는데 잠깐만요. 여러분 안녕하십니까? 아기스타일 아키타카입니다. 늘 저희 채널 재밌게 봐주셔가지고 너무너무 감사드립니다. 오늘은 어디로 와 있냐면요. 어디죠? 니시아자부. 아까 기시아자부라고 말했던 저희 아내가 이번 테이크는 잘 말했네요. 네, 니시아자부로 와 있습니다. 날씨가 많이 추워졌네요. 좀 따스해진다. 따스해지는 대신 눈 부셔가지고 눈을 감고 진행해야 하는 점 양해 부탁드리겠습니다. 네. 그래서 오늘은 이 니시아자부 한적하고 약간 좀 고급스러운 동네라고 할까요? 여기에 있는 디 에디트 스토어라는 샵에 한번 가가지고 어떤 아이템들이 있는지 한번 샅샅이 파헤쳐보도록 하겠습니다. 오늘도 많이 기대가 되네요. 꾸꾸. 자, 한번 가볼까요? 가자. 네, 早速お店に入ってまいりました。今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では簡単に、はい。30分以内で自己紹介いただければ。30分結構長いですね。結構長めな感じですかね。いいですか。G エディットストアのオーナーの柴谷と申します。店長をやっております平と申します。なんか母体がエディット&コーっていう輸入代理店なんですけれども、はいいろいろなチンクアンタっていうブランドですとか、アダットアレグっていうブランドですとか、はいそういったブランドの輸入卸をやっていて、各ブランドの旗艦店的立ち位置で去年の6月にお店をオープンしたということですね。約1年半です1ね。年半ですね。はい。 1年半おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと中途半端なタイミングでおめでとうございます。その他にも、はいタンジェントっていう、あパンツブランドですね、はいとかあとラファボラっていう日本のテーラードをベースにしたブランドがあるんですけども、そのブランドを自分でやらせていただいているデザイナーが、ねはい。やっています。なんでデザイナーの方がお店で店長もされてるってことですよね。そうです。はい。結構これ珍しい相当形では珍しいですよね。そうですね。いや珍しいですか。うん若干半々な感じでしたけど今いやいやなんかそういう店ないのかなと思った。ないんじゃないなんか僕は初めてお伺いしました。ということで今日はたっぷりぜひエディットストア見させていただければと。お願いします。 3週ぐらいするかもしれません。ありがとうございます。お願いします。ここでですけど。すいません。いつもお願いしますこんな感じでやらせていただきます。いやよろしくお願いしますすいません。ありがとうございます。さすがです。いやさすがですね。いややめてください。やめてください。すごいですよねいややめてください軽快なトークがもう。いやいやもう全然もなんかやっぱもうプロすぎてついていけない。あのテンションいきなりガン変わられたから。なるほどね。そう。いやいやそんなもうそのノリみたいな。ういやいやもうまだ寝起きな感じですもん。ねということですいません僕はタンジェントはい。以前からすごく気になっておりまして。あ、本当ですか。はいありがとうございます。はい数。学の時間のタンジェントは全く覚えてないんですけど。あ、サインコサイン。サインコサインタンジェントタンジェントははいそれは全く忘れてるんですけどこれすごくありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。タンジェントの簡単なはいご紹介いただいてもよろしいですか。そうですね。タンジェントはユーロミリタリーのデザインをベースにものづくりをいわゆるテーラードのドレスパンツの作りに再構築したものですね。それが派生して今はジャケットとかコートとかもやってるんですけれども、基本的にはちょっと見た目はミリタリーのドレスパンツっていう感じになります。そうなんですよ。僕もミリタリーパンツが普段もすごい好きで。あ、なるほどなるほど。だけどそのミリタリーゴリゴリのミリタリーじゃなくて、はい。ドレッシーなミリタリーパンツなんで、そうですね。これ面白いなと思っていつも見てるんですすごい。ありがとうございます。こちらはい定番のものとしては、はいフランス軍のはい M47 ですね、をベースにしたもので、皆さん大好きですよね。そうですね。フランスの M47 はい。こういった、中作りはい。をテーラードのこういうあものなるほどにしていて、もういわゆるサルトリアのパンツっていうのは全部こういうマーベルトっていうのがついていて、でこういうひだのついてるものは本当にテーラードでよく使われるもので、なるほど。結構履いた時にはい。動かないって言ったらいいですかね。フィット感をフィット感を増すための、はい、ディテールになります。こういったカーゴパンツなんかにもこういった中作りをするっていうのが、特徴的だと思います。本来はしないですもんね。本来はそうですね。ねもっと折り返してみたいなでスタンプをしてみたいな感じだと思うんですけど。なるほど。はいでしかもシルエットはどうですかそのまま。シルエットはそうですね。やや細く見えるかもしれないです。というのも履いた時に、はい。いわゆるドレスパンツって足の筒の部分が簡単に言うとこういう感じはいはい。でデニムとかって丸いんでこうなんですよ。あ、ドレスパンツっていうか楕円形。楕円形なじ。感じなんですよ。なので履くと細く見えるんですけど、はい。横から見ると楕円なんで太く見えるっていう、そういうシルエット、立体的なはい。作りになっていて、なのでこれも同様にそういった形にしてるので、なるほど。
カーゴパンツでちょっと横から見ると太いんですけど、はい前から見るとすっきり見えるっていうのはすごく特徴的だと思います。なるほど。なのでそういったこのベースはミリタリーですけども、そういうドレッシーなテイストがやっぱ組み込まれてると。そうですね。はい。なるほど。そうなんですよ。これ履くとめっちゃシルエットいいなっていつも思うんですよ。ありがとうございます。かっこいいですよね。イギリス軍のはい。あったと思うんですけど、イイギリス軍のイギリスがねドレスパンツ的な2つあって今、はいこれがはいちょっとこうベルトがはいはいこうですねこういう風になってるタイプの、まあ、イギリス軍の40年代のグルカパンツなんかであったものなんですけども、まあ、それをベースにしたワイドパンツですよねって。いうのと、僕オリジナルこれよく履いてます。あ、本当ですか。イギリス軍の。ああ、なるほど。なのでもうこのベルトループの感じとか、このちょっとハイウエストなそういう感じの、はい。かっこいいんですよ。これはね人気ですね。あ、そうですか。まあ先ほどのとこちらがもう最初にブランドスタートした時からずっと売れてる。あ、そうなんですね。はい。この形でいろいろまあコットンですとかウールの無地ですとか、はい。あとはこういったおー、なるほど。イギリス調のおお、いいですね。タイプのですね。お、かっこいい。これブラウンが入ってるんですね。あ、そうですね。おいくらですか。こちらで税込みで49,500円。49,500円です。はい。で、これお直しもそういうことはできるんですかね。そうですね。これはシングルの仕上げで結構奥まで取あ、って本当だ。るので、まあダブルもできますしですね。タンジェント。ちょっといいですね。一発目から。そうですね。一つだけもう一個だけ。あ、もういいですか。一つ二つと言わず。あ、ごめんなさい。ありがとう10個ございます。ぐらい。まあ使うのは一つですけど。そうあ冗談です。冗談です。やめとこうからね。そうそうそう。これもイギリス軍のオフィサーパンツベースなんですけども、膝下ストレートですごくスッキリ。まあ僕も今入ってるのもこれなんですけど。同じ。そうですね。シルエットになりますね。はい。ちょっとなんかドレス系だと今、まあフランスっぽいこう。はい。こなしが流行ってると思うんですけど、うんまあそういうちょっと70年代とか80年代っぽい膝下ストレートが、まあフレアっぽく見えるようなシルエットのもので、結構人気があるんで。こういうのちょっとローファーとなんか。あ、そうですね。はい。ですね。いいですね。これだったら上はどういう感じで合わせられますか。後でご案内したいラファーボラの、はいブレザーとかがシングルなんですけど、こういうちょっとラウンドカットじゃなくてストレートカットになってるやつがあるんですよ。はいはい。それなんかは、まあちょっとこうストレート、まあフレアっぽいシルエットにそうストレートカットだとちょっと昔のサンローランみたいなおーなんかスタイルになってすごい可愛いんですよ。イブ・サルコロンですね。そう全然できないフランスもいけるんですか。全然できないですね。びっくりするぐらいできなかったです今。はいそうなんですね。いいですはいね。っていうようなまあちょっと今っぽいシルエットのものなんかもありますね。後ほどそのジャケットそうができますので。はい、お願いします。それはデザイナー自ら。ああ、そうですね。いやそうですー楽しいですね。はいここまでカラーバリエーションもすごいですね。これタンジェントですもんね全部これ。あ、そうですね。向こう側もそうですよねはい向こう側もそうですね。はい。これちょっと向こう側見ていいですか。あ、もちろんですもちろんです。ここから取っちゃうんですね。あ、取っちゃいましょうか。はい。お、こういうへえ、ここまでバリエーションがあって。そうですね。あ、すみません。もう一度その名前。あ、柴谷。柴谷ですねはい。ごめんなさい。ごめんなさい。はい。大丈夫です。やめてください。やめてください。僕がやるんで。あ、いや、これはそうそうそう。やるの一発で。塩田さん、これは何ですか。これはですね、スウェーデン軍のアーミーのなんですけどもワークパンツみたいな、こういう爆心地ついたデニムのタイプです、スウェーデン軍もされるんですね。してるんですね。そうですね。まあヨーロッパミリタリーベースなので、面白い。結構イギリス軍、フランス軍だけじゃなくて、はい。まあよく言う、まあ有名どころはイギリス、フランスじゃないですか。まあそうですね。はい。でもスウェーデン、まあ最近はもうスウェーデンもかなり有名ですけど。そうですね。はい。へえ、面白い。でちゃんとサスペンダーボタンもあって、はい。これかっこいいな。これこそハイウエストで、はい。ワイドシルエット、ズドンという感じで、そうですね。でしかもデニム生地ですね。そうですね。で生地は基本全部日本の生地ですね。日本の生地でなんでデニムも日本のデニム使ってます。製造も日本ですか。そうです。製造も日本ですか。はありがとうございます。じゃああちらからもう一回戻って、はいすいませんはい。こっちは何で、これはあ、これもタンジェント。あ、これもタンジェント。こちらもですか。そうです。あ、タンジェントで唯一あるジャケット、これはスウェーデン軍の、まあ、プリズナージャケットをベースにテーラードに仕上げたものですとか、これちょっと試着してみていいですあ、か。もちろんです、もちろんです。プリズナージャケットっていうと、はい特徴でどういうところがありますか。本物というか、オリジナルはは、もう本当に平坦な、ペタッとした、まあ、シャツみたいなはい。ジャケットで、はいで、スリーパッチっていうのがあったんで、まあ、それをこう、うまく、まあ、ポケットの感じとかは、はいカジュアルジャケットとしてスリーパッチありだなと思って、まあ、ジャケットに昇華させたっていう感じですね。ごい。かっこいいこれ。なんか着た瞬間にやっぱりなんていうのかな、この仕立ての良さがやっぱり感じますね。まあ、生地もちょっと張りのある
メルトン素材で、はいタンジェントはい結構、ワイドなシルエットのものが多いので、はいちょっとこう着丈も短めのボクシーな感じのシルエットになってます。これかっこいいっすね。ありがとうございます。でこのラペルの感じとはい。折り返したこのちょっとボリューム出るあ、感じなるほどなるほど。はい。の優雅な感じがいいですね。いい具合に、まあ生地も張りがあるっていうのもあるんですけど、綺麗に段階ってると思います。今日のスタイルもバッチシですね。確かにここれでれ、86,900円ですね。まあなんかここまでたくさん品揃えしてるところはないので、ですよねはい。なので結構いろいろ楽しんでもらえるとは思います。ぜひタンジェント気になってる方はぜひ来られたらいいですね。ぜひぜひありがとうございます。では次はレザーですね。はい、そうです。あチンクアッターっていうイタリアのレザーですね。まあ日本だと結構セレクトショップさんで20年以上ずっとやっていただいてるブランドなので、結構ご存知の方も多いかもしれないですね。もう上質なレザーを使って。そうですね。はい。で、以前はもうスウェードと、あと、ナッパっていうものだけだったんですけども、はいいろいろ、馬革を入れたりとか、あとは、ヤギ革でも、ちょっと、ディアスキン風の、はいああいう、こう、脂肪のあるタイプとか、こういうタイプですね。はい。基本的には、先ほどもご説明させていただいた通り、うちは輸入代理店で、こう、卸売りが、まあ、メインなんですけども、はい各、モデルセレクトショップさんでやっていただいてないものとかも置いていて、まあ、そのあたりをこうパーソナルオーダはい。ーできるような環境ですので、パーソナルオーダーっていうことはもちろんサイズもその自分に合わせてやっていただけますし、そうですね。生地も選べる。はい、そうですね。普通のセレクトショップではそれはできないですもんね。基本的には既製品ですよねですので、はい、おーそうなんですよ。なので、まあスウェードならスウェードの色ももうたくさんありますし、はいそれに合わせて、まあジップを例えばこれだったらゴールドジップなんですけれども、はいまあこういったシルバーにあー変更したりとか、そういうこともできるわけですね。そうですね。なるほどでライニングもこういう白いものだったり、まあこういうゴールドのものに変えたりとか、いろいろお選びいただけできるんですねはい。こちらにゆっくり腰掛けながら。あ、そうですね。ちょっとその日によってレイアウト違うんですけど、あその日によってレイアウト変わるんですかそのシーズンによって。あそのシーズンによってごめんなさい。はい。びっくりした。毎日これ毎日までごめんなさい。嘘つきました。すみません。結構大変ですよそれ。今ちょっと持っただけでわかるんですけども、質感いや、まあがす質感はごいめちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいいですね。柔らかいですしうわーこれ僕ここにちっちゃくなって滑りたいですもん。いやほんまそんな雰囲気そんな感じで受けますこれ。これちょっと一個着させていただいていいですか。あ、もちろんです。もちろんです新婚あんた。どういった形がお好きでいらっしゃいますか。スウェードのこのバルスター系っていうかバルスター系ですね。ちょっと新カッターなんでバルスターって言っちゃってすみませんけど。あ、全然全然。僕らねドライビングブルゾンって呼んでますけど。ドライビングブルゾン。はい、もともとイタリア軍のテストドライブで使われたっていうのがまあベースにあって、でドライビングブルゾンと呼んでますね。なるほど。はいこれ僕サイズの6ですか。 46になりますね。 46。 46です。うわーいいね。やっぱりこれいいっすね。お似合いですね。かっこいいっすね。やばい似合いですねテンション上がるわ。大人のやっぱりラグジュアリー感がこういうジョイスレザーのブルゾンって出ますよね。まあそうですね。なんかあとこの起毛してるんで複雑な光沢が出るので、その辺がやっぱりスウェードの良さですよね。全身に伝わってきますね。質がいいのが。ありがとうございます。ちょっといくらですか。これで今17万9300円。 17万9千。はい。ただごめんなさい。次の春ぐらいからオーダーだと値段上がるのではあはあじゃあ19万8000円とかですね。 19万8千ぐらい。そうですね。うわあいいですね。めちゃくちゃお似合いです。めちゃくちゃかっこいいですね。お似合い。これはいい。これはどういう形ですか。これはフィッシングブルゾはいンですね。いわゆるイギリスの有名な B 社からですね B 社から始まるような B 社の S モデルですか。 S モデルをすごくリスペクトしリスペクトてしてちょっといい素材に昇華させていただきましたみたいな、僭越ながらみたいな感じのモデルでございます。これそうですね。これちょっと着て見ていいですか。もちろんです。ちょっとちっちゃくて42なんですけど多分いけるんじゃないかな。42ですかこれ。 42です。はい。おおかっこいい。この短丈感がいいじゃないですか。いいですね。これはあかんですわ。これはかっこいいわ。ちょっとやばいな。ちょっと無言になりますね。おおこれバッチシ。スウェードで柔らかい素材なので、はい。すごくこうラグランが馴染んでこう体に吸い付くような感じに見えるっていうのは
まあ、オイルドとはちょっと違うかなっていうのと、確かあとは型紙とかは流れるようにこうに流れる。肩が張らないようにとか、はい。あとちょっとこうここのボリューム感の位置をちょっと下目にしたりとか、なるほど。なんか今っぽい感じの見えがかりになるようになるいろいろ微修正を美修正を。微調整をして、もちろんちょっと B 社はギア的な要素がやっぱ強い。まあそうですねまあギアですもんね。そうですね強いですけど、それをちょっともうちょっとスタイリッシュな感じに。はいもう待ち着として着ていただけるように。なるほど。うわ。これいい。これはこちらでしか購入できませんか？日本でしか。そうですね基本的には基本的には。はい僕この色っすね。これかっこいい。僕一番最初にお店入った時にやっぱ目に入ってありがとうございますなかなかない色ですよね。なかなかないですよね。はいこれだから同じお色ですね。あそうですね同じお色の。はい、これはすごく定番のレギュラーカラーちょっと襟が下向いたレギュラーカラーのジップブルゾンですね。そうですね。スウェードのタイプを、まあ、ナッパで仕上げるとこういうああ、はい。感じですね。これまあ、これまつるたっとしたそうですねヤギのスウェードでこちらはラムですね。ラムレザー。ラムレザーになります。柔らかいっすね。これはすごく上質な上質な、はいきめ細やかくて柔らかいソフトなタッチ感。この生地でマフラーにしてもいいぐらいの柔らかさ。ちょっと言い過ぎかな。まあちょっと言い過ぎたかもしれないですねちょっと言い過ぎかもしれないですね。でそれぐらい柔まあ、でらかい。も本当に風は通さないしなんかワンチャンあるかもしれないワンチャンあるかもしれいないですよね。ワンチャンある。ワンチャンあるかもしれないいや本当に本当に。お、実際さんもちょっと次行っちゃっていいですか。もちろん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 こちらいいですか。イギリス軍のアービンジャケットをベースにしたタイプですね。かっこいいですね。これもチンカンタワーですね。チンカンタワーです。はい。あったこれサイズどれぐらいですか？これで48だと思います。 48、うわこれはあったかい。これおいくらですか？これで37万5千円とか。37万5千円ぐらい。もう若干汗が出てくるぐらいのあったかさ。いやこれだったら極寒の韓国でも韓国大丈夫いけますか？いけますね。あ、なるほど。かっこいい。これはまたワイルドな男の味が出ますね。そうですね。襟をこう立てて、でこうベルトでこう止めていただくのもかっこいいと思います。おおいいですね。はい。もうマイク拾えてるか不安なぐらいや。多分水の中で喋ってる感じになる。さすがチンカンタワーでございます。ありがとうございます。はい、ということで声が返ってまいりました。ちょっと韓国の方に、はいご案内したいのが、はいはいこちら、まあ、アドルニというはいチンカータの別ラインちょっともうちょっときれいめなラインになるんですけども、はいこの辺りは韓国のお店でもお取り扱いいただいていて、おそうなんですねはい、お店をお伺いしてもいいですか？あそうですねサンフランシスコマーケットさんですとか、はいアーテージさん、はいあとは、テナリーさん、手なりさん、はい、おとかですね、はい、扱われてるわけですね。そうですね、はいなるほど。このチンカンタと系列が同じってことですか？同じ工場で作ってるんですけれども、はいちょっとこうワークミリタリーをベースにものづくりしてるのに対してもうちょっとこうシュッとしたきれいめなものづくりって言ったらいいですかね。なるほど。はい、僕が着てるのもこの辺なんかはそうですね人気あって、なるほど。はい、さっきからこれかっこいいな。ありがとうございますいつどのタイミングでお貸しをかなとずっと思って狙ったんですけど。ありがとうございます。もうこれがこのアドルニのラインのもので、いやいいですね。でスウェーデンになっております。はい。そうですね。でチンクアッタにはないこのバケッタレザー、牛革、バケッタレはいザ牛革ですね。はいはい。を使ってますね。なるほど。ちょっと先ほどよりちょっとこう厚手って感じですか？厚でそうですね。はい。で経年変化するとこういう風な感じでいろいいいですね。ろしもどれくらい切られたんですか1年半ぐらいです？1かね。年半ぐらい。はい。おお。じゃあオープンと同時にもう切られた感じですね。あ、暑いのでそんな時は着てないんですけど、そうそう6月だったんでそうですねそうそうそう。そしたらちょっと音だけあそこちょっとだけ下げてもらってもいいですか？もちろんです。ごめんなさい。すいません。スピーカーも結構希少なスピーカーでですよね。かっこいいですよね。 JBL のもので世界で1000台ぐらいしか作られてない。回してくださいこれ。これなんですか？すみません。 JBL 今のパラゴンっていうはいスピーカーで、1950年代から80年代半だったっけなだけ生産があってっていうので、オーディオ好きな方は結構なんでこの店にこんなのがあるのってずっとこちらに座ってるんじゃないですか？そういう人たちは。オーダーの際はこういうちょっと素敵なス敵ですピーカーで音楽聴いていただきながらそんな素敵なスピーカーなのに僕はちょっと音量を避けてくださいっていいんですいいんです申し訳ないですすいません本当にはいもう爆音でお願いします。
じゃあちょっとアドルニーさんアドルニー、そうですね。試着させてあげれば。ちょっとオーバーサイズのものとかも多くって、はいなので、まあ、これ今、この秋冬にお店で展開される、ちょっと大きいんですけど、はい。これもすごいおーちょっといいですかっこいいと思います。おお、これはなんかすごいシックな、かっこいいですね、このブラッそうですク。ちょっと太めのパンツとかに合わせていただくと。ああ、確かに確かに。ちょっとバランスが良くなりますね。そうですね。もう本当リラックスした休日とかは、まあ、グレーのセットパンツでニューバランスとか、ああ、そういう外しもいいですね。うん、もういいと思いますね。このサイズ感だったらもうジャケットの上からでもいいですね。あ、全然いけると思います。ガバッはい。となんか、ちょっとこう、できる男。かっこいいな。こうサイドポケットもあるんで、あ、そう、本当ですね。グッて入れるのも結構ポイント高いと思います。これいいですね。これ着て、ちょっと西麻布でこう、食べ西麻布そうですね。やっぱレザーって、だね。男がやっぱちょっとときめいちゃいますそうよね。ですね。で、なんか一着素敵ないいもの持っておくと本当にずっと着れるんで、そうですよね。まあアドルにもチンクあったもんですけど、元々のベースがあるようなデザインのものをはい。こう革に乗せ替えたりとかしてるので、なんかこう飽きが来ないというか。なるほど。要するにクラシックなそのベーシックなスタイルを、そうですね。こうやってるやられてるのでっていうので、はい。なるほど。ここのレザーゾーンちょっともうたまんないですね。ありがとうございます。ちょっとさっきからずっといろいろ見ちゃってですね。あまり話が入ってこなかったんですけええど。冗談です冗談です。じゃあちょっと次はラファーボラはい。もうデザイナー自らああ、ぜひ。すいません。お願いしたく。倍くらいテンションもうガンガン上げていただいて、大丈夫ですか？もう上げる瞬間にむせてますけど大丈夫ですか？上げすぎてちょっと上げすぎて、はいここからですね、ラファーボラのアイテムをちょっとはい見させていただければと思っております。この辺からいきましょうか。あ、ぜひ。ジャケットといえども、はいジャケットってまあテーラードのジャケットだけがジャケットじゃないぞみたいな、はいはいちょっとこうなんていうんですか、反するものを作ってると言いますか、抑揚をあんまつけないああ、あのなるほどなるほど。ウエスト入れたりとか、はいピタッとさせないはい。そのバランスで、とはいえどその上襟と下襟のバランスだったりゴージュの角度だったりっていうのはちょっとテーラード風のものに持ってったりして、ゆるいジャケットをこういう感じで作ったりはしてます。なるほど。はいここら辺は構築的な部分は排して、そうですね。ディテールはちょっとこうはい、選びますキュッキュッみたいな感じではなくストーンっていうストーン感じです。っていう感じではい、ボタンも止めていただいても止めていただかなくてももう全然そんなのは構わないと言いますか。なるほどなるほど。あ、すみません、ありがとうございます。あ、本当だ。こう楽に着れる。すごい軽いですね、それと。ちょっとこう間抜けな感じのジャケットなんですけなるほど、僕はまあこういうなんかものをタイドアップして着ていただくのも素敵だなと思ってこういうものを発信してるんですけども、はい。こういうもちろんタイドアップもそうですけど、カジュアルにこうちょっとデニムなんかとこうちょっと合わせちゃってもいいですし、これ今召されてるフレアな感じなんですけども、いいかな。黒いニットタイとか合わせていただいてもすごい素敵だと思います。確かにそうですね。あとはまあカジュアルなアイテムが結構メインなんですけども、はい今僕がちょうどはい。履いてるパンツと同じなんですけど、こういうセミフレアのはいこれはデニムデニムですね。はい。とブランド立ち上げからずっとやっててもう本当に端にも棒にもかからないというかもう全く見向きもされなかったんですが、はい。まあうちのオーナーがこれはちょっとうちっぽいスタイルがあるから続けましょうということで、はい。全く売れなかったんですけど続けてると、はいようやくこう日の目を浴びてきてくれたと言いますか。時代が追いついてきたんですいね。やいやいやいやまあこういう感じであ、本当だ、いい着てですね。ただいてもすごい素敵ですし、あ、素敵ですね。はい本当だ本当だ。これだからフレアな感じは今そうですね。見はいされた感じって感じですね。まさにスーツになるとこういう感じになってます。なるほどなるほどはいジャケットを着るのにテーパードしてるパンツじゃなくてこういう感じのスタイルもいかがですかっていう提案ですね。ございます。はいあ、いいですね。あとはカバーオールですかね。僕気に入って作ってるのは、はいカバーオールもこういう感じでセットアップのスーツにしちゃったりしてるんですけど、カバーオールのセットアップなんですね。そうですでこれもデニムなんですが、あ、これ本当だ。はいデニムなんですね。カバーオールといえばやっぱりこうなんて言うんでしょう、かかしというか、はいはいそうですね直線的なデザインが多いんですけど、型をできるだけ落として、はい。肩幅をできるだけコンパクトに作って、で裾は少し広めに毛回しを多めに取って、はいバサッとこう A ラインに見えるようなカバーオールをしてます。そうなんですね。はい、ここへのダーツっていうんですか、これは。これはね僕友人がフィレンツェでテーラーをやってるんですけど、あそうなんですね彼にはいろいろこうものづくりを教わったりしたんで、はい彼のこうものをどんどん見させてもらっている時に、はい。こういうのはちょっと
取り入れさせてもらおうと思ってこういう感じでダーツやってます、はい、ここを切らずにダーツ1本で持っていくといい持ますか、っていくっていう形なんですね。はいはい、フィレンツェが多いんじゃないですかねこれはね。あそうですね、はい、南イタリアはあんまないと思うんですけど、カバーオールのワークウェアをちょっとそこにテーラリングそうですそうです、はい、おっしゃる通りです。とはいえどサイドベンツにしてみたり、あ本当だ、はい、あとはまあ面白い一応ワンピースバッグの本当のカバーオールですね。なるほど。あ本当にこれちょっと A にそうなんですよ。出ますねこう、はい、こういう感じで。少しオーバーサイズといいますかゆったり作ってますんで、なんかフレンチワークみたいな雰囲気もなんかありますね。そうかもしれないですね。そういうものも大好きなので。このラペルの感じもすごいラペルもねやっぱりちょっと大きめに設定してます。ですよね、はい、こうグー入ってここもすごいおしゃれですね。少し特殊なデザインなのでジャケットっぽくも着ていただけますし、まあ、カバーオールとしてももちろん。これ着こなしてたらこうおしゃれですね。税込み税込み86,900円ですね、はい、ごめんなさいあいえいえ見えなかったです。僕もギリギリ見えた感じでずっとこれも継続でブランド立ち上げからやってるんですけど、はい、少し内合い深っていうかこの重なる部分が分量が多いんですけども。なるほど。この止めた時にですね。そうですそうです。この V ゾーンのこの内合いが深くなることでここが少しなんていうんですかねふくよかに見えるというか、はいはい、ここちょっとボリュームが出るってことですね。そうですそうです。ジャケットってシングルって基本的にはこうラウンドで裾が丸くなってるんですけどこれはスクエアのカットになってるんですよ。先ほどご紹介いただいたジャケットですね。はい、なのでこういう膝下ストレートのものでピリッとこうちょっと縦長に見せるといいますか、はい、そういうバランスが取りやすいのかなと思います。なるほど、はい、もう完成してますねこれもうスタイルが。これタンジェントですね。そうですそうです。これタンジェント、はい、ハンドトゥースのおしゃれ。シングルでスクエアっていうのは見慣れない景色だと思うんですよ。なるほどなるほど。見慣れた景色のやっぱそのカットしたものではないので少し違和感はあると思うんですが、はい、まあ別にテーラードをやってるわけではないのでこの場合は、はい、なるほどどうぞ。本当だ。ちょっとあれですね。これラウンドじゃない分ちょっとなんか違うなって感じになりますね。でしかもこれをボタンを閉じた時にここがこの重なる分量が多いんですね。なのでちょっとここにボリュームが出るという感じです。でボックスですかこれは。そうですね。少しまあそのウエストも詰めてますが極端に詰めたりはしてませんこれは。なるほど。これもうか。なるほどなるほど。アメトラっぽいかなと思っちゃアメトラっぽくないっていう。何なんでしょうね。自分でもいまいち分かってないんですけど。そういうことなんですね。コンブレを作りたかったんですよね。やっぱり。はい、でもちょっとまた平さんのテイストを入れたコンブレを。はい、肩周りは割とちょっとコンパクトに作ってますんでこれも、はい、少しこれも A ラインっぽく見えると言いますか。なるほどなるほど。軽くさっと羽織って切れるみたいな。先ほどのタンジェントのスラックスとパンツとすごい合いそうですね。はいはい、これいいですね。こう合わせちゃっても。そうですね。こういうちょっとドラッドな感じもいいですね。そうですね。もう完成ですねこれもね。今日最後がコートなんですけど、はい、大正立ち上げた頃からやってるこういうラップコートなんですが、はい、ボディの方が分かりやすい。こういうラップコートなんですけど、これも独特な袖というか、はい、ラグランなんですけど、はい、ドライビングコートじゃないですけど、それグッと持ってきてこれを見がしに見えるんですけど、はい、たまりを出すようにしたのでここでギュッと絞って、はい、変なこんなテーラードジャケットではなく割と綺麗に落ちたと言いますか、はい、作りはじゃあちょっと前に腕がいく感じですか？そうですね。どちらかというと止めずにバサッとこう着ていただくのが素敵かなと思うんですけど、あえてだからボタンもつけずに、はいはい、本当だ。そうですね、はい、できるだけこう落ち感を意識するような素材を使ってます。これはバックスタイルが大きめのこういうヨークがついたり、はい、こういうインバーテッドのプリーツで、まあ、これ結構深めですか？かなり深いです。深いですよね、はい、コートっていつ着ててもこうストレスを感じるじゃないですか。どこでもストレスを僕は感じるタイプなので、はい、できるだけこういろんな可動域を増やしたかったんですよね、はい、そういう意味で深めのこういうベントになってます。ベントになってます、はい、どこに行っても何に乗ってもそういうことです。そういうことです。おっしゃる通りです。ストレスなく、はい、でまあ田中さん普段
ストレスを常に感じていらっしゃるんですね。いや、まあ、肩こりがひどいので僕はなのでできるだけコートとかを着たくないんですけど、ああ、そうなんですね。動きづらくなるじゃないですかコートってどうしても、まあそうですよね。はい、それはありますね。なのでそういう意味でそういう作りにしてます。そうもしよかったらぜひ、はい、ちょっと。うわ、これかっこいい。僕はコート好きなんですよ。大好きなんで、このしかも丈の膝下に行く感じですか。そうですね。長めなこの長めにしております。いいです。やっぱり裾がこうひらひらとこう流れていくような感じが素敵なので、これ素敵ですね。本当なんか。なのでまあテーラードとかそういうねスタイルに着ていただいても全然いいんですけど、はい。もうゆるくニットにスウェットパンツとかでもいいと思うので。ああ、なるほどなるほでこれ締めてしまうとここが使えなくなっちゃうんですけど、はいバランスを考えるときにこれをずらすとやっぱり間延びするというかここがなので、はいこれを締めた時はここはもう捨てました逆に言うと。なるほど。はいなので潔さです。これをもうやった時はもうここ使わないよと。そうですそうです。まあ使えなくもないので、でウエスト位置もだから少しだけこれぐらい高めに設定があるというなるほど。か、ここでたまりをつけてもらうと。これいいですね。これかっこいい。おしゃれ。美しいですね。ありがとうございます。まあもちろん規制もそうなんですけど、ビスポークでも何着も受けておりますし、はい。あ、そうなんですね。すごくやっぱり続けてから人気ですこの辺りも。かっこいいじゃないですかこの羽織ってひらひらこの動く感じが。なんかおっしゃるそんな感じですね。どうですよねこれ、はい特になんかやることなくてもずっとこうやってたりとか、ね、すみませんこちらはどうやってますか。こちらは、トゥアレグ族のシルバーアクセサリーですね、はいシルバーアクセサリーのアダワット・トゥアレグというブランドです、でトゥアレグ族っていうのはサハラ砂漠に遊牧している、民族はいで、そのトゥアレグ族の人たちが今はサハラ砂漠遊牧してるだけじゃなくて、はいいろんなモロッコとか、はいニジェールとかマリとかいろんな国に、定住もしてる人たちもいて、はいはいで僕らはモロッコに定住してるトゥアレグ族の人たちに、はいものづくりをお願いしてはいやってるという感じですね。でこれ全部手作りということで。そうですね、ハンドメイドで、ハンドグレービングって言ってですかね、はい彫りも全部手でやってますね。97年ぐらいなのかな、エルメスではいトゥアレグ族にフォーカスした、はいシルバーアクセサリー、あの時はベルトだったっていうのがあって、そうなんですねそこからシルバーアクセサリー、トゥアレグ族のシルバーアクセサリーっていうのが結構ちょっとフォーカスされるようになって、一部のアイテムはすごく高値で、今でも取り扱われているようなものなんですけど、そうなんですね。そうなんですよ。へえ。これおいくらぐらいですかこれ一つ。ですね、この辺りの細いもので、1万中盤円から、この辺の定番もので2万2000円とかですね。こういう感じですね。はい。いいですね。指輪はそうですね、こういったものとか、はいはい1万5000円ぐらいですかね。これはアダワット・トゥアレグの AT というデザインをベースにしたもの。なるほど。これでもドレススタイルにもちょっと外しでつけてもかっこいいですからね。そうですね。フランスですとネイティブアクセサリー、ネイティブジュエリーっていうとアフリカンジュエリーを指したりしますので、はいなんか僕らだとネイティブアクセサリーっていうとインディアン、アメリカの、そうですねっていうイメージなんですけど、はいやっぱヨーロッパ、フランスとかだと近いのがアフリカなので、トゥアレグ族もネイティブジュエリーっていうふうに言われて、結構フランスの中では昔からあるものではあるんですけども、なんですね。やっぱり僕らはヨーロッパのドレススタイルをベースに、はいご案内しているので、なんかすごく相性がいいっていうような、確かに確かに。合わせとしてですね、ちょっとフレンチっぽい格好とか、なんかそういうのを入れていくときにすごいアクセサリーとしてなんかいいかなとなるほど思ってますね。これあれですかサハラ砂漠をちょっとイメージした感じで。もう実際にサハラ砂漠の砂です。お本本物です、本物です。ちょっと赤みあるんですよ。あ、そうなんですね。これどうやって持ってこられたんですか。どうやって持ってきたかな、一生懸命実際は日本の科学博物館みたいなところで販売してるのか、これ実際のサハラ砂漠の土砂なんですよ。そうなんですね。そうなんです。触っていいですか。あ、気をつけてくださいね。嘘です嘘です。サソリかなんか出てくるのかな。ウィメンズもユニセックスで結構女性もつけれますので、はい。すごくいいと思いますね。ちなみにレディースのアイテムもこちらにそうですね。だとございますので、はい。女性の方ももしくはカップルで来られてもね、ご夫そうですね。婦で来られてもいいんじゃないかな。チンクワンタなんか女性もオーダーできますので。はいですね。ちょっと駅からは離れているところなんですけど、ゆっくりしていただける空間だと思いますので、ぜひお越しいただいて、
なんか楽しんでいっていただければと思っております。ぜひよろしくお願いします。お願いします。なんか先ほども妻もずっと先ほどからこのインテリアもすごいこだわって美しいとありがとうございます。感動しておりまして、ありがとうございます。ラグジュアリーでありながらこうちょっとこうゆったりできる、そういったすごいいい空間ではないかとありがとうございます。思いますあ、。すごい。あ、よかったです。いやいや、すごい。ありがとうございあのます。マジな感じですごいって言われるとちょっと恥ずかしいみたいな。ありがとうございます。はい。いや今日なかなかとありがとうございました。とんでもないですありがとうございますぜひ皆さん東京に来られたら遊あ、ぜひぜひびに来ていただければと思います。お願いします。はい、ありがとうございます。감사합니다。 あ、素晴らしいですね。